皆さんこんにちは、あまねです。今日はですね、もうやっと韓国の購入品紹介をやっていきたいと思います。服とかね、雑貨とかもいろいろね、もうめっちゃいろんなものを韓国に来てから買ってるんですけど、今日は全部紹介してたら多分もう動画がね、こんぐらい長くなるから、オリーブヤングで買えるものを限定してちょっと紹介していこうと思います。はい、じゃあちょっと大量にあるからダイエットとかのサプリ系、スキンケア、コスメ、ヘアケア、ボディケアとかちょっと部門に分けて紹介していきたいと思います。何から紹介しようかな。ほんまにめっちゃあるんですけど、じゃあまず一旦サプリ系から紹介しようと思います。もうこれは私が初めて買った時からもうずっと愛用してるものなんですけど、じゃん、こちらです。これはダイエットサプリでフードロジーっていうのかな、ちょっと読み方があれなんですけど、今まであんまダイエットサプリとかおすすめしたことないと思うんですけど、体内に入れるものじゃん。こういうサプリ系ってさ、なんかあんま簡単におすすめできやんなっていつも思うんですけど、これもね結構この動画をね撮る前にめっちゃ調べたりしたんですけど、これが何かって言ったら、ダイエットする時って私もねいろんなダイエットを今までしたことあるから分かるんですけど、痩せようって思ったら炭水化物を減らそうってなると思うんですけど、炭水化物が太るからで、そうなんですけど、このダイエットサプリは炭水化物が脂肪になるのを抑えてくれて、食べたりしたらね血糖値が上がって眠くなったりすると思うんですけど、そういうね血糖値もサポートしてくれるっていうやつで、私ほんまにダイエットサプリとかあんま飲まんようにしてたんですけど、飲まんようにしてたっていうかあんま信用してなかったんですけど、これはほんまに効果を感じたのもあってちょっとおすすめするんですけど、ありすぎなんですけど、もうストックやばくてこんな感じでもうほんまにそれぐらい気に入ってるんですけど、なかったら生きていけやんっていうぐらい、ほらここにもオリーブヤングで1位とか書いてるんですけど、こういうゼリータイプのものから、これはちょっと食べてみようか。開けてこんな感じの、ほらこれはゼリーになってるんですよ。ほらこういうやつ、これをでこのゼリーは普通に味が美味しい。なんて言ったらいいの、何味って言われたらちょっと難しいんですけど、全然まずくなくて小腹空いた時とかでも良さそう。これはこういうゼリータイプとか、あとこれはあれですね、錠剤。こういう普通のね錠剤です。あとは私なんかどれが一番飲みやすいんやろうと思って全種類試してみたんですけど、これはねこういう水に溶かすタイプのやつで、私のおすすめはゼリーかこの錠剤ですね。この水に溶かすタイプは普通にちょっとシンプルにこの水に溶かす手間があるからちょっとめんどくさいかなって感じなのと、このねゼリーは普通に味が美味しいからおすすめやし、もうこれはね寝る前に飲むのかな。これはもう錠剤やから飲むだけでいいので、もうなんかめっちゃ楽やからおすすめって感じです。私韓国に来て4キロ 4.5 キロぐらい痩せたんですけど、実はこれだけのおかげで痩せたわけじゃないんですけど、もちろんねいろんなことを気使ったから痩せたっていうのもあるんですけど、絶対これのおかげもあると私は思ってて、初めてダイエット系のサプリでこれはおすすめできるって思ったサプリです。結構有名やからいろんな人が紹介してると思うんですけど、便通も良くなった気がする。毎日絶対出る。こういうのでさらに良くなった気がします。このティーも水に含んで飲むからお腹膨れたりするから、そういう面ではいいかもしれないです。でダイエット系のおすすめはこちらです。で次はじゃん、こちらです。もうあなたもですかっていうぐらいもういろんな人がね紹介してると思うんですけど、これほんまによくて、オソモールイミューマルチビタミンっていうこれビタミン剤なんですけど、これは開けるとこれちょっと残り1本なんですけど、こういうねこういうのが中に入ってるんですよ。でこれがここの上に錠剤が2粒入ってて、こっちがね液なんですよ。でこれを一緒に飲むんですけど、疲れがほんまに取れるし、肌とかもねこれだけのおかげではないと思うんですけど、これを飲み始めてからねちょっと肌の調子とかも良くなった気がするし、とにかく私は肌っていうより疲れにくい気がする。なんか勉強して編集してってなんかあんま寝ない日とかが続いてたら、今までほんまに疲れたなって体が勝手になってたんですけど、これを飲んだらほんまになんやろな、なんか私も今夜寝るの遅かったりするけど、疲れたみたいなんがほんまにないの。だからこれはほんまに効くと思います。で私 T/T の Vlog を見てたら、これヨンジュンがこれを飲んでて、同じなんやって思ったんですけど、それぐらいねほんまにアイドルとかもみんな愛用してるみたいで、これはね7本で3000円ぐらいやから、普通に1本
400円500円とかでちょっと安くはないんですけど、ほんまに効果はあります。9点やったら今見たら7本で4000円で目代わりで3400円とかやから、まあ韓国で買う方が安いかなちょっと。だからまあ韓国に来たらぜひ買ってみてください。疲れ溜まりやすい人とか活力低下感じる人とか、私みたいにちょっと食生活の栄養バランスが乱れがちな人とかおすすめです。だけどこれに結構いろんなビタミン入ってて、これ1本でなんかビタミンとか栄養が完結しちゃうらしいから、いろんなね他のサプリとか飲んでたらそういうのはね一緒に飲んでいいんかとかちょっと調べた方がいいと思うんですけど、とりあえずこのビタミンは効果を感じるのでとてもおすすめです。サプリ系はこの2つかな一旦。じゃあちょっと次パックいきます。私もパック大好きマンすぎて2日に1回ぐらいパックしてるんですけど、ほんまにね韓国に住み始めてからはオリーブヤングがすぐ近くにあるからいろんなのをね試してるんですけど、その中でも特におすすめなものを紹介していこうと思います。まずはじゃん、こちらです。アヌアのパックですね。これ両方とももう2箱目3箱目とかなんですけど、これはねとにかくただのねシートじゃなくてちょっとゲルシートっぽいんですよ。でめっちゃ薄くて、この顔に貼った時にめっちゃ密着するのほんまに。で液がとにかくいっぱい入ってて、もうこれはほんまにザ保湿って感じ、私の中でイメージはね。だからこれから秋冬になったりしたらもっとね乾燥してくると思うんですけど、そういう季節にもめっちゃおすすめの商品です。でこっちのピンクがナイアシンって書いてると思うんですけど、このナイアシンっていうのが美白系のケアなんかな、なんかちょっと調べたんですけど、ナイアシンアミドっていうのが美白シミ予防、シワ改善、ニキビ予防、保湿とか書いてるんですけど、このナイアシンアミドがこのメラニンっていう肌がくすんだり黒くなったりする成分を抑えてくれるみたいなんですけど、このナイアシンセラムっていう方のパックもあります。だから私は保湿したいなっていう時はこの水色で、なんか明日ちょっと写真とかいっぱい撮るから肌のトーン上げたいかもみたいな時はこっちを使うようにしてます。美白系と保湿って感じで私は使い分けてます。とにかくねもう使い心地がめっちゃいい。シートが薄くてとにかく貼りやすいし、ピターって密着するマスクになってます。おすすめで、あとはこちらです。これはね私日本から持ってきたんですよね実はティルティルのパーフェクトシービターアンプルマスクっていう、これはこういうタイプのやつで、もうちょっともう残り少ないんですけど、これはね15分ぐらい顔につけるのかな。これも普通にめっちゃ良くて使ってるんですけど、なくなったらまた買おうって思ってて、これは私は夜使う時もあるし、あとは遊びに行く時とか朝時間に余裕がある時は朝にパックしたりするんですけど、大容量で入ってるからなんかパッパーって軽くパックしたい時とかはこのボックスタイプのやつを使います。朝行く前とかにちゃんと保湿していったら化粧のりがねめっちゃいい気がします。ティルティルのパックで、あとはじゃん、メディヒールのパックです。ちょっと今手元にあるのがたまたまこれって感じなんですけど、メディヒールのパックはほんまにねどれ買ってもね結構ほんまに良くて、このねパッケージが透けてるシリーズ私めっちゃ好きで、めっちゃねさっぱりする感じでめっちゃいいんですよ。でもあとはこれは美白ケア、これも美白でちょっとこの金のやつはねちょっと高いプレミアムみたいな感じで、これはもうめっちゃ有名ティーツリーのマスクなんですけど、私はニキビとかちょっとできそうみたいな時はこれを絶対つけます。おすすめ。メディヒールはね正直どれ買ってもいいけど、この子たちはおすすめです。じゃん、パックはそんな感じです。じゃあ次ヘアケア系いこうかな。ヘアケア系はこちらです。アノブのノーウォッシュウォータートリートメントっていうのかな、このウォータートリートメントなんですけど、アノブさんは私一回めっちゃ前にコラボ動画を撮らせてもらったことがあって、コラボ動画とかもほんまに自分がいいって思ったものしか絶対紹介しないようにしてるんですけど、当たり前なんですけど、コラボ動画撮るってなったら自分でもその商品についてめっちゃ調べるし、こうね動画を上げる前に何回も自分でも使うし、ほんまにいいって思ったものしか絶対に紹介しないようにしてるんですけど、このねアノブさんのヘアケア系はその初めてコラボ商品を撮らせてもらう時にヘアケア商品をねシャンプーとかいろいろいただいて、ほんまにそれがめちゃめちゃ良くて、ほんまにそっからほんまにアノブのヘアケア系にはめっちゃ信頼を置くようになったんですけど、このねウォータートリートメントっていうのがめっちゃ良くて、これはねこういうスプレータイプなんですよ。で私はドライヤーする前にこれをシュッシュッシュってやって、その上に別のねヘアミルクをつけてるんですけど、これだけでも十分いいと思うんですけど、私はこのヘアミルクだけ使ってたのをアノブのトリートメントも一緒に使うようになってから、ほんまに髪の毛のねなんかサラサラ具合が全然違うくなって、ほんまにこれはお気に入りです。なんかねこれは髪の毛のもつれとかを改善してくれて、あとは栄養とかをね補給してくれるからちょっとツヤンって見えるよっていうやつです。これ
れもねスプレータイプやから、とにかく私みたいにめっちゃロングでもめっちゃね均一に渡るんですよ。だからそれでさらにサラサラになるっていうのと、あとは私エクステつけて長いしめっちゃもつれやすいんですけど、ほんまに髪の毛がけどね、これを使ってからほんまに今とかもほら手ぐしが通るぐらいサラサラになりました。だからおすすめです。これだけでね使うのももちろんいいと思います。ヘアケア系のおすすめは一旦これだけです。で次、じゃあボディケアいこうかな。でボディケアはこちらです。ちょっと読み方が分かんないんですけど、このブランドのボディクリームなんですけど、ボディクリームはちょっと重いから旅行とかキャリーバッグに余裕があればって感じなんですけど、夏私ずっとこれ使ってたんですけど、なんて言ったらいいの、これ出したら分かる？ちょっとなんかクリームやねんけどちょっとジェルっぽいっていうか、とにかくねめっちゃ塗った時のうわもうクリーム塗ってるっていう感じがほんまになくて、めっちゃ好きでねこの夏もめっちゃ使ってたんですけど、塗ってる感があんまないのにしっかりね保湿されるからもうとても好きで使ってます。もうねボディクリームはずっとこれだから、留学生とか韓国に住んでる方はぜひこちら買ってください。ちっちゃいねサイズもあった気がします。だからちっちゃいサイズとかやったらキャリーバッグでも入るかも。おすすめです。で次コスメ系いきたいと思います。でもコスメがほんまにちょっと多すぎるんですけど、パッパッパーっと紹介していきたいと思います。コスメ系で一番おすすめなのはまずヒンスのセカンドスキンメッシュマットクッション17番っていう色なんですけど、これがほんまに良くて、私クッションファンデはもうディオールばっかを使ってたんですよ。なんかいろんなの試すけど結局ディオールのクッションファンデに戻ってたんですけど、これはクッションファンデじゃないんかな、なんかパッと見クッションファンデなんですけど、中を開けたらこんな感じになってて、なんて言ったらいいの、ちょっとメッシュみたいな感じになってるんです。ここがそうこのメッシュになってるから、クッションファンデってリキッドファンデーションに比べたら薄付きだと思うんですけど、そのクッションファンデよりさらに薄付きって感じだから、私はねこの薄付きやのに程よくカバーしてくれてっていうのがめっちゃ好きで使ってます。とにかくねナチュラルです。でこれがこのねこっちのグロータイプの白色とこのマットタイプの水色があるんですけど、私はこの水色が好きです。マットって書いてるんですけど、そんなにね今も塗ってるんですけどめっちゃマットって感じではないです。こっちの方が崩れ暗記が私はしました。これは結構ツヤかな、だからツヤ肌が好きな人にはおすすめです。で色は17番を使ってるんですけど、肌に合う気がして好きです。とにかく使い心地が薄くて軽いつけ心地でめっちゃいいのと、とにかくナチュラルで崩れ暗記がするっていうのが好きでよく使ってます。だからねほんまにプチプラのクッションファンで韓国のコスメ何がいいですかって聞かれた私はヒンスをおすすめします。でこのクッションファンデがめっちゃ良かったから下地系もゲットしてみたんですけど、このプライマーとあとはこっちはラベンダー系の下地なんですけど、今使ってるラベンダー系の下地がなくなったのでちょっと買ってみたんですけど、この2つはねまだちょっと数回しか使ってないんですけど、クッションファンデと下地のブランドを揃えた方がなんか私はいいかなっていう感じがするから、いつもねブランドを揃えて使うことが多いんですけど、このねプライマーはめっちゃ良くて、ほんまにこれを出してみるとこういうタイプになってるんですけど、こうやってちょっとねピンクっぽいんですけど、これもねこうやってパーって広げたら分かるんですけど、もうクリームっていうぐらいめっちゃねつけ心地がこれも軽くて、これがないけど日焼け止め成分が入ってないから私はあんまり外に行く時とかはまだ使ってないんですけども、冬とかだからめっちゃ伸びいいし、ちょっと保湿クリームみたいな感じがするから、これからの季節にめっちゃぴったりなプライマーかなと思います。でこっちの下地はまだ使ってないから分かんないんですけど、とりあえずゲットしたよっていうやつです。ラベンダー色、他にもねピンクとかもあったかなって感じです。であとはそうこの前ヒンスの店舗に行ったんですよ、友達と。じゃん、その時にゲットしたアイパレットですね、05番と、じゃーん、もうめっちゃ可愛いんですけど、これは06番ですね。じゃん。こっちはねちょっと最近たまに使ってるんですけど、めっちゃね毎日使いできる感じの色になってます。ここにねマットなシャドウとあとはラメ系も入ってるから、めっちゃいろんな使い方できるなと思って、めっちゃこれはお気に入りです。しかもほんまに発色がいい、これだからね塗りすぎ注意で、こっちはちょっとまだ使ってないんですけど、こういうちょっとくすみピンクっぽい色でこれからの冬とかにちょっと可愛いかなと思ってゲットしました。パレットでしょ。であとはこれめっちゃいい、ほんまにめっちゃ良くて、これもヒンスなんですけど、じゃーん、もうこれはほんまにお気に入りです。今も塗ってるんですけど、色はねこんな感じだからこういう色です。でこれは04番ですね。これはねリップやのにほんまに落ちちゃうの。テ
ティントっていうぐらいほんまに落ちなくて、でマットなんですけど、私マット系のティントを使うと乾燥するからめっちゃ皮がねめくれたりするんですけど、これはリップやからほんまにね皮がめくれてきたりすることなく、初めてなんか乾燥しないマットリップに出会えたって感じなんですけど、で色持ちがとにかくいい。私この前友達と焼肉に食べに行ったんですよ。でその時に友達が「なんでそんなリップをしてない?」みたいな感じで言ってくれたぐらいほんまに落ちよし、全然乾燥しやんからおすすめです。しかも塗りやすい、めっちゃこうやってポンポンポンっていつも私は塗ります。最近のおすすめリップヒンスです。で次、ヒンスこれもあったね。こういうやつ、これはねウォーターティントっぽい感じ、薄く伸びる感じなんですけど、私はこれよりこっちの方が好きでした。このマットリップがとにかくおすすめです。であとはじゃん、バニラコのリップペンシルです。これはこういうねリップペンシルなんですけど、こういうやつで、私最近リップペンシルを使ってなかったんですけど、友達がリップペンシル使ってて、それを借りたらめっちゃ写真とかがめっちゃ漏れて、私は最近これをこのね人中のところとこう縁取ってからこのねリップを塗ってるんですけど、やっぱリップペンシルでちゃんと縁取ってからリップを塗ったらやっぱ写真とかがね漏れるんですよ、ほんまにでこのね人中って短い方が私は可愛いかなって思うから、人中を短く見せたいっていうのもあってリップペンシルをよく使うんですけど、これはねめっちゃ使いやすかった。なんとなく買ったんですけど、色もねこういう色で濃すぎず薄すぎずで、あんまりね濃い色をリップペンシルで使ったら私の場合なんかほんま縁取ってますって感じになるんですけど、これはね今もあんまそんな縁取ってる感とかはあんまないと思うんですけど、こんな感じでめっちゃナチュラルに唇がちょっとボリュームある感じに見えるからおすすめです。で次こちらリリー・バイレットのアイブロウです。これはねめっちゃいいっていうか描いたよっていう感じなんですけど、このね先っちょがめっちゃ細いんですよ。私眉毛描くのほんまに苦手やねんけど、これはねほんまに描きやすいし、いい意味で色が濃すぎやんからおすすめです。私黒髪なんですけど、これは04番の色を使ってます。なんとなく買ったけど良かったっていうやつです。で次、これはねほんまにめちゃめちゃいいミリミリのパフなんですけど、3個目ですね。これはねこういうやつね、水に含んでこう膨らまして下地とかファンデーションとかのこうポンポンポンって伸ばしていくやつなんですけど、ほんまにこれを使ったら化粧のノリというか化粧持ちが全然違うんですよ。ほんまにやっぱこうやってパフでするのはほんまにめんどくさいんですけど、手間がかかるからねめんどくさいねんけど、余分なねファンデーションとか化粧下地が取れるから、その分ね化粧崩れしにくくなる感じがしてとても好きです。てか絶対に化粧持ちは違うようになります。ほんまにねもっと早くやればよかったって思った商品です。これはおすすめやし、500円とかやったかな400円とかやったかな、安いから汚れてきたらすぐ買い替えるって感じでこれからも使うと思いますからずっと。であとはフィリミニつながりでいくと、じゃあこちらです。カッサ、私今までカッサを使ったことがなくて、なんかずっと手でゴリ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 やってたんですけど、なんかあんまり手で力ずくでゴリゴリするのって良くないらしくて、私はいいと思ってゴリ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 やってたんですけど、あんまりねこことかを強く押しすぎるのは良くないみたいなので、最近はこういうカッサで夜スキンケアの後とか、あとは朝軽くねこうやってさーって流すんですけど、さーって軽く流すだけでもちょっとねむくみがマシになる気がするから、これは買ってよかったなっていう商品です。最近ねもうこのカッサを使い始めてからもう手でやるんがしんどすぎて、もうこれでやってたらほんまにね YouTube とか見ながらさーってやるだけでむくみがねマシになるから、カッサおすすめです。これも400円とかやったんじゃないかな。めっちゃ安いのにこれ使いやすいよ。普通に形もめっちゃこう合うからおすすめです。そんな感じかな。あとはこれニキビパッチです。なんかこのニキビパッチはねどれがいいとかあんま分かんないんですけど、とりあえず私はニキビができたらこれを使うようにしてます。けどほんまに皮膚科を通い始めたのもあるし、こういうビタミン飲んだり、あとはスキンケアをちゃんと気遣うようになったから、ほんまにニキビできなくて、これは全然最近出番がないんですけど、ニキビができたらこれを使うようにしてます。これもおすすめなんですけど、スキンケア系のものは本当におすすめです。あとこちら
スキンケア系美容液です。もうこれはねもう有名すぎるっていうかあれなんですけど、私も日本におる時からずっと使ってて、とりあえずいろんなねスキンケアを試すんですけど、結局これに戻るみたいなとこあって、毎日ね違うスキンケアを使うんですけど、これはとにかくめっちゃいいから毛穴もマシになるし、保湿もされるし、肌のねなんかもうキメとかもめっちゃもうとにかくなんか全部がいい感じになるから、家には絶対必要っていうやつなんですけど、これもちょっと新しいのをゲットしました。はい、こんな感じでちょっとめっちゃ久しぶりに購入品紹介をしてみたんですけど、よかったらこれから韓国旅行に来る方の参考になれば嬉しいなと思います。目代わりとかでも9点とかでも買えるやつもいっぱいあるかなって思うから、よかったらちょっとチェックしてみてください。ほんまにねおすすめのものばっかを今日は紹介したから、もうどれもおすすめです。ほんまにもうめっちゃいいって思うものばっかりなので、よかったら皆さんチェックしてみてください。そんな感じかな。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。またね洋服とかもまた Vlog の中で紹介していったりしようかなと思うので、よかったらチャンネル登録と高評価もお待ちしてます。また次の動画も見てくれると嬉しいです。はい、それじゃあバイバイバイバーイ。全部おすすめです。